たまにはねふざけた動画出すのもいいかと思いまして、今回は鉄道系 YouTuber 鉄道 YouTuber がやったら絶対炎上しそうなネタというのをちょっと考えてみました。やっぱね動画作るにあたっていろいろネタっていうのを思いつくわけですけども、ただこれはさすがにちょっとできないだろうと、鉄道会社に対してひどい迷惑になるんで、私たちはもう鉄道会社あっての動画投稿ですから、鉄道会社にご迷惑になるようなことになったら、たちまちやめてくれというふうに言われてね、で私たちも動画投稿ができなくなるであろうという、非常に脆い存在であることを認識しておりますので、こんなことはできないんですけども、ただ思いついてはしまうわけですよ。でやりませんが、紹介します。グランクラスを下車後追い抜いて再乗車したら軽食は出るか。大宮駅先端に人だかりを作り何人に増えるか、これどっちかというと鉄道マニアからぶったたかれると思いますね。特急券を買った上で特急のトイレにこもったら検察はされるか。これ字違ったような気がするけどいいや。通勤特会でうんこ漏らしてみた。次、緑の券売機オペレーターを笑わせる対決、スーツ VS ガミとかね、そういうのがいいと思うんですけど、次、終電で海芝浦に行ってみた。これ1個ですね、6個かな、6個考えましたが、これ見てパッと何かって分かった人もいると思うんですけど、知らない人が多いと思うんで、解説します。まず1番上、グランクラスを下車を追い抜いて再乗車したら軽食が出るか。これはですね、東北新幹線の列車の話なんですけども、東北新幹線にははやぶさとやまびこと、大きく分けて2種類あるわけですが、やまびこ号を見るとですね、例えば、このやまびこ53号、東京8時48分発盛岡12時7分着の列車がありますが、これグランクラスあるわけですよ。で当然東京から大宮までグランクラスに乗ったら軽食は出るんですよ。でその後大宮でこの列車を降りて、でその後はやぶさ301号はダメですがはやぶさ11号ありますね、19分後のはやぶさ11号に乗ってグランクラスで、仙台まで行きます。でそうすると、大宮で乗り換えて後続のはやぶさ号に乗ったら軽食出るんですよ。で仙台で、追い抜くじゃないですか、先行のやまびこ53号で追い抜いたらやまびこ53号にもう一回ここで戻って、それで今度仙台から、盛岡まで行くということをするわけです。で、新幹線の場合は改札を出なければ列車を何回乗り継いでも料金は投資で計算できるということになってまして、今回今紹介した工程ではグランクラスを2回乗り継いで3度グランクラスに乗ることになってるわけなんですけど、グランクラスのアテンダントさんはね、私たちの顔を覚える、多分ある程度覚えてくれると思うんですよ。覚えやすい格好とかで行ってですね、で上野から乗って大宮で降りるじゃないですか。もう上野から乗って大宮で降りる客の時点で覚えられますけどね。で、そこで上野で東京でもいいんですけど軽食出してもらって急いですぐ大宮までに食べ終わったらどうもありがとうございましたって言って大宮で降りて、で後続の新幹線に乗ってまたバクバク食べて、でその後着いた後仙台でまた、さっき降りたはずの客がまた仙台から乗ってくるわけです、グランクラスに。そうした時にグランクラスのアテンダントさんは一体どんな反応をして、そしてもう一回軽食を持ってくるのか。これはね多分仕組みとしては持ってくるはずなんですよ。だからグランクラスの1枚の切符で2度3度軽食を出させる、多分それはちょっとモラル的に良くないと思うから私はやったことはないんですけど、2度3度軽食を、出させるっていうことはねできると思うんですけど、明らかにさっき乗ってた客がふざけてもう一回乗ってきた時に最初東京駅から始発の時点で乗り込んできた他のお客さんには一度軽食を出してるのにおかわりができないはずのグランクラスの軽食をもう一度仙台駅から乗り込んできた、金は別に余計に払ってない他の客と同じだけの金しか払ってない客にもう一度軽食を出すのかどうかってね、これはね気になるけども、これ皆さんやっちゃいけないっていうルールはないからね、私も禁止することはできないんだけども、こういうことはちょっとやらない方がいいと思いますよ。JR の人からも嫌がられるでしょうし、アテンダントの人も困るだろうし、グランクラスのルールがねなんかすごく厳しくなったりとかってこともあるかもしれないですから、そういうことはやらないようにした方がいいと思います、私はね。ということは言っておきます。じゃないとこういう動画を投稿して、ね、それで真似されたりとかしたら嫌なんで、私はこれを真似することには大反対だってことははっきり言ってきますんでね。それから次、大宮駅先端に人だかりを作って何人に増えるか、これはですね、撮り鉄の方は分かると思うんですけど、私もねやっぱ中学生とか高校生の時ってお金ないから電車乗るっていうのはお金がかかるわけですよ。でもカメラ持ってれば駅に列車やってきてそれで写真撮るっていう楽しみ方は、駅へ行けばいいんでお金なくてもできます。で、東北本線の大宮駅に行くじゃないですか。で大宮駅の、そこにはですね、貨物列車とか臨時列車とかいっぱいいろんな面白いのが来るんですよ。で、なんか来るかもしれないからもう暇だからとりあえず大宮行こうみたいな感じで何も目的
的もないんだけど何の列車が見たいという目的もなくぶらっと大宮駅に行くということもあるんですね。でそうすると駅のホームの端っこに人だかりがいるからそこへ行くじゃないですか。でそういう人は大体なんか雑誌とかで今日珍しい列車の運転があるっての分かってたりとかですね、ネット上の目撃情報とか、そういうのを見て、で狙いの列車があるからホームの端っこのところに立ってるわけですよ。で、それになんかあそこに人がたかってるからなんか来るんだろうって言ってね、で駅の端っこのところに行って、でしばらく待ってると。でそうしてなんか来たなんか来た、じゃあ取っとこう取っとこうっていうその情報を持ってる人たちからのおこぼれをもらうっていうことがですね、結構あるわけですね。で、それを、大宮駅の先端のところで自分で、10人ぐらい鉄道マニアを集めて一眼レフカメラを持たしてですね、で大宮駅何も来ないのに大宮駅の端っこのところで10人ぐらいこうやって集めたら多分同じことをやってる休みの日にねブラブラしてる鉄道マニアの人が来て「俺なんかあるぞ」っつって多分ね人がいっぱい増えると思うんで、その様子を観察して、遠くから観察してまた一人来ました、何も来ないのにまた騙されて人が集まったみたいなのをやったらね面白いと思う。肖像権の侵害ですね。ダメですね、そんな人に趣味を妨害するようなことをやっちゃう。ただこれは実経験があるんです、実体験があるんですけど、それね私もやったことあるんです。実は大宮駅の端っこに人がなんか2人ぐらいいて、で私も2人ぐらいいるからきっとなんか来るんだろうと思って3人目として私はそのホームに立ったんですよ。でそしたらなんか前から珍しい列車来るんだろうなと。で30分40分ぐらいずっとそこで待ってましたね、寒いのにね。でもう30分が経つともう私3人目でしたけど、もう4人目5人目6人目7人目8人目で10人ぐらいホームの端っこに人が集まってたんですよ。でこれはところで本当に何かが来るのかと思って、よくよく考えれば何かが来るという確証がないじゃないかと思ってですね、私一番前の人に聞いたんですよ。すみません今日ってなんか来るんですかっていうのに聞いたんです。そしたら「いや特に何もないと思いますよ」って一番前の人は言ってね、それたまたまそういうことが起こったんですけど「そうなんですか」って「じゃあすみませんありがとうございました」って言って私は帰ったんですけど、その後ね、大宮駅のその私がさっき立ってたところをもう一回振り返ってみたらもうなんかほとんど人がいなくなってましたね。要するに別に何もないのに何かあるだろうってみんな勝手に勘違いしてどんどんね偽りの人混みができるという、もう私が高校生の時でしたけどということがあって面白かったですね。あれ大学の時だったかな、ということがありました。続いて特急券を買った上で特急のトイレにこもったら検察が来るのか。これはね特急に乗る方は多分一度は考えたこと正直あるんじゃないかなと思うんですけど、トイレは鍵がかかるわけですよ。かかんないとよくない。で特急列車に乗るときには車掌さんが回ってくるんで、切符持ってなかったら、ね「切符持ってますか?」って聞かれて、で持ってなかったら見せられなかったら金を払わせられるわけですけども、トイレにこもってればこれ検察来ないんじゃないのかというふうなことはそれを考えついてしまうわけですよね。そんなやんないですけど、そんなことを怯えるぐらいだったら普通列車で行った方がいいんじゃないかって気がするしね。トイレなんかわざわざこもってもしょうがない。で、ここでですね、車掌さんとしてもやっぱプロですんで、きっとねいろんな客を相手にしていればね、そういうことを実際にやるやつは出てくると思うんですよ。だからトイレの中にこもって、そして、特急券を別に持って乗ればね犯罪でないんで、これ炎上しそうなネタってことなんですけど一応犯罪行為に当たらないようなものだと私が本当実は当たるかもしれないですけど、犯罪じゃなさそうなことを私ではここに並べてるつもりなんですけど、切符買ってトイレに、例えばですね特急踊り子に乗るじゃないですか。踊り子に乗ってで、伊豆急下田までずっと行くとかね、そうするともう何時間もトイレがずっと閉まってる車掌さんとしては怪しいですよね。でそれをお客様と言ってやるのか、やらないか、分かりませんけど、そういうことが、面白そうです。ただそんなのやったらトイレずっと使えなくなりますんでね、普通に迷惑なんで他のお客さんに対して。で車掌さんが本当にそれで「お客様お客様お客様」と言ってやるようなことになった場合は車掌さんに対する業務妨害、偽計業務妨害が成立する可能性もあるのかなと思いますんで、やったら犯罪になる可能性もあるからやっちゃダメですよやっちゃダメですよということで言ってきますね。続いてこちらです。こんなんやる人いないと思いますけど、通勤特会でうんこ漏らしてみた。要は電車の中でうんこ漏らすということなんですが、漏らすという人はね多分世の中存在はすると思うんですよ。でも大体の場合はですね、通勤電車とかで、例えば吐いてしまうとかいうことを、目撃する人多分東京とか大阪とかだとあると思うんですけど、電車の中に吐瀉物がある場合どうするかって、大体の場合はですね途中駅に止めて、そして、この駅で、ちょっと急ですけれども車内清掃を行いますと言って大急ぎでそれを片付けたりとかしてですね、そして列車を遅れつつ運転再開というのをすることになっているようなんですけども、この通勤特快というのは中央線の朝の、最優等種別でありまして、恐ろしいことにですね
通常、新宿から、国分寺まですごい数駅があるんですけども、新宿、大久保、東中野、中野、高円寺、阿佐ヶ谷、荻窪、西荻窪、吉祥寺、三鷹、武蔵境、東小金井、武蔵小金井、国分寺とこういうふうに続くんですけど、中央本線の朝のですね通勤特快はなんと今紹介した間の駅をですね、確か全部じゃなかったかな、もうほとんど全部飛ばしてしまうんですよね。で停車駅がですねもうあまりにも少なくて、確か30分ぐらい止まらない、国分寺を出るとそうですね新宿まで、30分そう途中でドアが開かないという列車なんですよ。そしてトイレもないんですよ、今のところ中央本線には、トイレあるんですけどまだお客さんが使えるようになってないはずです。で沿線の人からね話を聞いた限りでは先行の通勤特快はしょっちゅう急病人が発生して、で三鷹駅とかで臨時停車して、でドア開けてお客さんを降ろしてってことをやるらしいんですね。30分もあると。だからもう乗る時に国分寺の駅で体調不安な方はこの列車しばらく止まりませんので後の列車ご利用くださいというほどのすごいもう JR の中でも特別変わった列車なんですが、その列車の中でうんこを漏らした場合ですね、一体どうなるのかと。漏らすと掃除しなければいけない状態になるわけですが、それは掃除するために途中駅で止めるっつったって30分止まらない。でしかもうんこ漏らすということが特急とかだったらねそのまんまトイレ行ってそこで、すればいいわけですけど、通勤特快はトイレがないんでそこで漏らすっていうことは実際には1年に1回ぐらい発生してるんじゃないかと思うんですけど、その場合緊急停車させてそこでドアを開けてうんこを取り出すのか、それとも新宿まで30分間満員電車の中をうんことともにお客さんを運び続けるのか、これは気になるところかなと思いますけどね。やらないでくださいねってやる人いないと思うんですけど、こんなこと、一応、気になるところです。それからですね、私これいつも思ってたんですけど、緑の券売機オペレーターを笑わせる対決ってやつなんですが、これは JR 西日本とあと今 JR 東日本でも復活しましたが、緑の券売機、JR 東日本で昔もしもし券売機カエルくんって言いましたけどね、ピッて押すとプループルーって電話がかかって自動券売機を押すと電話がかかるんですよ。でコールセンターに通じて「はい、ありがとうございます、どちらまでの乗車券でしょうか?」みたいなこと聞かれるんで、それで「すいません、長野原草津口まで、グリーンでお願いします。で長野原草津口から、草津温泉までの、JR バスの切符もお願いできますか?」とかそういうことをね言って、それで自動券売機とお話をしながら、要するに、どっか東京か大阪かどっかの、その JR のね、電話センターのところと直接通話をして、そこの、センターの人に、頼んで切符を作ってもらう。で作ってもらった切符に、その金額がその券売機に表示されるんで、クレジットカードなり現金なりを入れて処理するということになるんですけど、それ起動すると最初にですね電話がつながった時に、ズームみたいな感じでねパッとそこにスクリーンが現れるわけです。で相手の JR の担当の方の顔も分かるし、こっちの顔も分かるんですよ。だからそこで例えばなんかドリフとかで使いそうなですねメガネと、あとなんかこう鼻にこんなひげつけるようなやつあるじゃないですか。例えばそういう格好でオペレーターのところにね画面がつくとおり立ってて、でどうもありがとうございますとかいうふうに言われた時に、その変な格好をしてですねいきなりパッとそのやつが現れたらJR の人も中には笑う人いるんじゃないかと思うんですよ。緑の窓口の場合はそういうことできないじゃないですか。普通に緑の窓口にドアが開いて入っていって、で、行列に並んだりとかしますんでJR の人たちも準備するタイミングがあるんだけど、でもこのオペレーターの人たちの場合はいきなり目の前に客が瞬間的に現れますんで、やっぱ瞬間的にねそういうのが現れると面白いと思うんですよ。でそういうなんかふざけた格好で、緑の券売機を操作して JR の社員さんをどっちがうまく笑わせられるか対決とかね、そういうのやったら面白いと思うんですけど、絶対そんなんできませんよね。JR の人たちのね仕事の邪魔するのに何考えてんだってことになりますし、相手が笑ってるかどうかっていうのに JR の社員さんの顔をそんなカメラで記録してね、そんな勝手に放送するなんて絶対できません。こんなんダメなんだけどでもこれ思いついてはしまうわけですよね。姿だけ想像して、皆さんも楽しんでみてください。で最後はこれです。マジで悪質だと思いますけど、終電で海芝浦に行ってみた。海芝浦駅分かりますか？ JR 東日本の鶴見線の、横浜市内の駅ということになってます。実際には川崎の駅なんですけど、東芝の人たちの専用にある駅でして、東芝の、工場があるんですよ。でその工場でもう本当工場の脇にある駅で、東芝の人がその工場に通うためだけに設置されています。で駅からね外に出ることは基本的にできません。東芝の人だけは、その駅を出て、そして自分たちの事業所に景品事業所に入るっていうことができるんですけど、それ以外のお客さんはもう目の前が工場なんで、工場ってのは企業秘密の塊だし会社に関係のない人は行かれませんから、それ以外のお客さんは駅に行ってただ回り見して帰るということしかできない。要するに駅についても何もすることがないという場所なんですよ。でその海芝
浦駅、脇に公園もあるんですけどね、海がきれいに見える公園、東芝が整備してくれる公園あるんですけど、その、東芝の、工場の中に行く警備員さんがいる入り口へ向かう以外に、何もできない駅に終電で行った場合は翌朝までひたすらそこの、海芝浦駅で海の風の吹くところで待たされるのかということになるわけですよね。で、それもですね検証したら面白いと思うんですが、なんか実際にはこれはYouTube のコメント欄で以前教えてもらったことがあるんですけど、その海芝浦駅に、ずっととどまっていた場合、終電車が行った後、東芝の、警備の方がですねホームを巡回されて、そしてそこにもし人がいた場合は車で一駅お隣の新芝浦というところまで送ってくれるんだそうです。で、新芝浦っていうのはね、そこから先は、東芝の正門のところであって、普通の公道があるんで、一般人が立ち入って問題ない場所であり、例えばそこにタクシーを呼んで移動するとか方法の手で脱出をすることができるようになっています。だし、別にあとはね、その東芝の敷地外であれば東芝はその人がどうなろうか関係ありませんから、道端で野宿するしようがどうしようが関係知らんということでね、送ってくれるらしいんですけど、その終電の後警備員さんに見つかってからですね、車で、新芝浦の方まで連れて行かれるという様子をドキュメンタリーでやったらすごい面白いだろうと思いますけど、それもまた東芝の大迷惑になります。そんなことやったらもう海芝浦駅に一般人が行けなくなるようなねことがもしかしたらあるかもしれませんので、絶対できませんけど、こんな感じでですね頭の中で考えるだけの、楽しい炎上しそうなネタ集を披露させていただきました。どうもありがとうございます。